魂ネーション2024開催まであと少しということで、今日から4日間連続で展示品紹介動画を配信していきます。今日は超合金をはじめとしたたくさんのアイテムを紹介していくんですけれども、なんとスペシャルなゲストをお招きしております。超合金といえばこの方、バンダイスピリッツコレクターズ事業部シニアアドバイザーの岡崎聖さんです。どうも、はじめまして。はじめまして。コレクターズ事業部の、ロボット企画担当しております、岡崎聖と申します。岡崎さんです。よろしくお願いします。イデボー。イデボーです。はい。はじめまして。じゃあイデボーって呼んでいい？はい、もちろんです。いいんですか？聖さんで。聖さん？はい。聖さんでいいんですか？イデボー聖さんでいこう。わかりました。じゃあ今日はそれで行きましょう。お願いします。はい。今日は聖さんにたくさんねお話をお伺いしながらね紹介できたらと思いますので、本当によろしくお願いします。はい。それでは早速やっていこう。バンマにまずはこれですよね。はい。グレートマジンガー。グレートマジンガーのシリーズですか？はい。グレートマジンガーって、今年50周年なんですよ。はいはいはい。放送から当然生まれてないもんね。生まれてないですね。見たこともないよね。長すぎて見たことないですね。はい。ということで、じゃあ見たことがない、イレボーにも分かるように見せていきましょうね。ありがとうございます。はい。これが今月発売となる、グレートマジンガー。グレートマジンガー。革命進化、革新という。革命進化。はい。超合金魂のアイテムで、GX ナンバー111番目のアイテムです。111番目。はい。ゾロ目で。ゾロ目ですね。はい。111番ということでね。グレートマジンガーは、まず50周年ということなんで、ここにね、パッケージ、ロゴが、50周年マーク、がついています。じゃあ早速ちょっとパッケージ開けてみましょう。はい、お願いします。こんな感じで中身気になりますね。お、すごい。なんかいっぱい入ってますね。はい、このフル装備でね。フル装備。そう、グレートマジンガーって、もう登場した段階でもうすべての武器が装備されてるっていうある意味最強のグレートなマジンガーなんで。ああ、なるほど。はい、じゃあ早速さらに開けて、はい、ちょっと中身見ていきたいです。パッケージから出した状態がこんな感じ。いや、めちゃめちゃかっこいいですね。マジンガーブレードっていう剣を持っていて、でこれがやっぱゴージャスなメッキ仕様になっていたりとか、輝きがすごい。はい、指を上げているんですけど、サンダーブレイクっていう技があって、はい、それのポーズを再現している感じになってます。スクランブルダッシュっていうね、この翼、でこれも登場した時点でこの翼がもう装備されてるっていうのが、グレートマジンガーでしたので、はい、当然、この翼も入っていますと持ってみる。あ、いいですか？では。やっぱ超合金重たいですね。はい。なんか想像してたよりすごい重厚感あってずっしりしてます。はい、元のマジンガー Z、これが同じ、超合金魂の革命進化、革新シリーズのマジンガー Z なんですけども、比較してじゃあこんなにサイズがグレートに大きくなって、本当に大きくなってますね。はい、マジンガー Z よりもさらにパワーアップした、グレートマジンガーで、装備も豊富についているということで、よりゴージャスなセット内容になってますね。めちゃめちゃゴージャスです。ちなみにグレートマジンガーもめちゃめちゃもうパッと見たいだけでも相当かっこいいんですけど、色味とかこのメッキ部分とか、なんかこの外見の部分でこだわった部分などありますか？基本的にマジンガー Z とグレートマジンガーって同じその色で構成されてるキャラクターなんですけども、過去にずっと超合金魂のシリーズってマジンガーもグレートマジンガーもいろんなアイテムを作ってきたんですけども、今回はマジンガー Z に対するより力強いグレートマジンガーということで、こう全体的なフォルムをややこうマッシブに、マッシブに、はい、より強そうに造形しているっていうのと、もちろんその、今回も越智和弘さんっていうその本当にレジェンドのアニメーターで、とにかくこの70年代のスーパーロボットの造形というか知識については右に出る者はいないみたいにされるんですけども、その越智和弘さんがしっかり監修してデザインと、色合いと、はい、チェックしていただいて作ってますね。なので、そういった意味でも、本当に50周年にふさわしい本当に決定版、毎回言ってますけどね、毎回言ってるけど本当に、超決定版の超決定版、超合金魂になってます。ギミックもね、いろいろありまして、マジンガー Z の、革新も肘が曲がって、パンチもびっくりした、グレートももちろん、同じ機構が入ってまして、このパンチが飛ぶんですけど、グレートマジンガーってこのドリルプレッシャーパンチっていうさらに強化されたパンチがついてますね。ドリルが、ドリルがついてるんで、このパンチも、こうやってもちろんドリルプレッシャーパンチ、パンチが飛ぶような
ギミック、これも、プロポーション、はいスタイルと、あとこういうその遊べるギミックみたいなものを、両立させているっていうのが、この革新シリーズの、醍醐味になりますんで、はい、覚えておいてねっていう感じ。覚えておいてねっていう感じ。いいですね、はい、さらに、そのギミック面でいうと、はい飛ぶときにですね、この実はすねからカチャッと、おお、はい、内側のスイッチを押すことで尾翼がピッてこう飛び出してくるんですよね、はい、メーカーとしてのギミックサイズを大きくしたことによって、そういう機構を組み入れやすく、したのでメカニック部分というかね、その辺もよりそのパワーアップして、作ってますね。なるほど、はい、なんで本当に遊べる超合金でスタイルもかっこいいっていう、のが今回のこの革新シリーズのポイントになりますね。なるほど、見て楽しいだけじゃなくて触ってギそうミックも楽しいっていう、ギミックも楽しめる。なるほど。動きもね、関節構造も、より、アップデートしていて、もうこういうデザインでも、はい、そんなに動くんですね。めちゃくちゃ動くんです、はい、キックポーズもこのぐらい足が上がりますんで、はい、従来いわゆるそのマジンガー Z やグレートマジンガーって、はい、スーパーロボットとしての本当に原点みたいなロボットなんで、デザイン的に足が上がりにくいっていうのが、あったんです。いわゆるこの黒いパンツみたいな構造なんで、でこれを関節構造を工夫することで足の可動範囲を、広げて、いますので、ポージングも結構かっこよくバリバリできるっていう。おー、ではちょっとそのポージングも見てみたいですね。そうですね、なんかいろんなアイテムがついてますので、それぞれのアイテムを装備したときにふさわしいポーズっていうのがありますんで、そういったものをちょっと見ていただきましょうかね。ぜひお願いします。股関節と膝関節の、可動部分をですね、拡大することでこんな風に膝立ちで、ポージングできるんですね。これ今右手についてるのがドリルプレッシャーパンチ、まさに膝立ちしながらパンチを打つというですね、力強いポージングがこんな風にできますね。いやダイナミックでめっちゃかっこいいです。これね、バックスピンカッターっていうのがね、すねから出るんですよ。出てますね。でこれはこのブレードを、すねに装着してそのキックポーズで戦わせるんですけども、これもね股関節の構造によってここまでのダイナミックな蹴りポーズができちゃう。しかも今これ自立してるんですよ。自立しながらこのねターンテーブルで回せてるっていうね、すごいですねこれ。奇跡的なバランスで、やってますね。これはねグレートブースターっていうこれもグレートマジンガーの強化装備の一つで、これを装着してグレートマジンガーって大空の勇者とも言われて空を飛ぶキャラクターなんですけども、首もね結構上までグッと上がるのでまさにその飛行ポーズがバッチリ決まるような、感じになってますね。本当に空を飛んでるみたいですね。いやさすが最強でグレートなマジンガー。いやもう付属品もたくさんあるのでやっぱポージングもかっこよく決まりますね。ありがとうございます。今回のね魂ネーションでは、もちろんこのグレートマジンガーのコーナーには関連のねキャラクターたちも展示してありますので、例えばもう発売してますけど大将軍でかいボリューミーですね。やっぱ敵がでかくないとね、でかくて強くないと。であとはグレートマジンガーといえばパートナーのロボットになる、ピューナスエース。パートナーピューナスエース、レディー型ロボット。これもこのグレートマジンガーとのサイズのこの違いっていうのがね、ポイントになってますのでこうやって並べるとよりこう世界観が広がる。さらにこう初の商品化となります、ヤノス公爵っていうね、なんだか強そうですね。なんかねこうちょっと危険そうな香りが悪女っていう悪女、これもユーナスエースと一緒で、やっぱレディーロボットならではの、スタイルで、できてますので、でこの辺がずらっと展示されてますんでぜひ魂ネーション、見ていただきたいなと。グレートマジンガーのコーナー、よろしくお願いします。ぜひ皆さん見てください。ではせいさん、続いてのアイテムは何になりますか？そうですね、じゃあこちらかな。でっかデラックス超技能足メカゴジラ1974ということでこれパッケージです。メカゴジラ、でかいですね。多分ねちゃんとパッケージをね見てもらうのね多分今回が初めてじゃないかな。これもね、50周年ということでさっきのグレートマジンガーと同じ1974年の、登場キャラクターなんですね。同じ年に生まれたんですね。そうこちらも50周年の記念アイテムということで、中身を見ていただきましょうかね。うわ
これまたボリューミーですね。はい、このデラックス彫金魂なんで全身の金属のロボット感がね、シルバーの輝き凄まじいですね。でこれもちろん色味も、全身塗装で、メカゴジラっていうキャラクターの光沢感と、ロボットの怪獣なんでね、塗装も汚れてる部分とか、そうですよね、なんかそのメタリックな光沢の部分みたいなものをこのブラシ塗装で再現しているので、かなり迫力のある感じになっていると思うんですけど、かなりリアルさがすごい増してますよね、ブラシ塗装。実際の特撮のキャラクターなんで、その辺のリアルな表現にこだわってますね。これもちょっと持ってもらった、ね、これも重たそうだぞ。あーすごい。そうなの、これ気軽に持てないですね。いや重量感、すごい重量感です。あとここのね、この蛇腹みたいに蛇腹部分のこれもね、メカゴジラのね独特なそのデザインなんですけども、この蛇腹部分もこの別々の板を挟み込んで、でここがその足の可動と合わせて蛇腹も連動してますね。連動して動くように。でこのメカゴジラなんですけど、外観だけじゃなくてですね、実は中に秘密がありまして、音声 IC と電源とスピーカーと LEDが内蔵されてまして、盛りだくさんですね。盛りだくさん。この背びれが実はスイッチになっていて、これスイッチになってるんだ。でこの背びれを押すことで宇宙的なサウンドが鳴るんですけど、これがメカゴジラが正体を表す時の、劇中の、音声で、この音声とともに電源が入って目が光るんですね。目がちょっと光ってましたね今。目が、両目が発光するというね。すごい。ここに合わせて、例えば鳴き声が鳴ったり、でここを押すと目からビームが、色変わるんだ。しかもマルチカラー LED が入ってるので、すごいですよこれ。目の色がこう変わって、7色の、光線って言われてるスペースビームという、ビーム光線が出ます。でこれ押してる間は鳴ってんだけど、手を離すと爆発音がある。この背びれを押してみて。いいですか。手を離すとちゃんと着弾してる感じがなったりとかね。であとは首が実はこの360度こいつ真後ろに行ってても光線が出るっていう、後ろも攻撃できるってね。すごい。これメカゴジラの劇中の特徴で、ゴジラとはキングシーサーという怪獣から前後から攻撃されるんだけど、真後ろを向いて後ろをビームで攻撃して、前はミサイルで攻撃するっていうね。ミサイルもここからミサイルが出て、ここからビームが出るみたいな。でこの音も実は複数の音を同時に鳴らせるので、メカゴジラって本当に全身が武器で、全身から攻撃をするんですけども、その全身攻撃のサウンドを一緒に楽しめるっていうようになってで一番でかい背びれ、ここを押すと開いてビームが出る。この胸のハッチが開くとクロスアタックビームっていうメカゴジラのわりかし最強光線みたいな最強光線が、それがこのでかい背びれを押すことで開いて、すごい。ここにもギミックあったんですね。これ鳴ってるこの音サウンドエフェクトなんですけども、これは本当に劇中の、実際にメカゴジラの、映画の中で使われてる、音声がそのまま入ってる、劇中仕様なんですね。鳴き声と、だからこうやってとにかく攻撃しまくるみたいなすごい音声がみたいな、感じでメカゴジラの魅力が生かされてるってね。であと、この背びれがスイッチになってるので、いわゆるおもちゃらしいそのスイッチとか、その辺が露出してなくて、メカゴジラのデザインを生かしてこうやって音を流して遊べるようになってる。でさらに、このメカゴジラって、劇中で空を飛ぶんですよね。それの再現も可能になってます。でこれはこう謎のこのねパーツがついてるんですけども、メカゴジラって空を飛ぶときに劇中というか映画の中では空を飛んでる用の別のモデルがあるんですよ。そうなんですか。劇中のメカゴジラのこの姿と空を飛んでる時の姿って実は微妙に形が違うんですよ。違うんですね。それを再現するために、このメカゴジラ実は頭を取っちゃいます。取れちゃった。で取って空飛んでるモードの頭に差し替えて、この尻尾これもここから外してこうやって差し替えることで飛行モードが再現できる。すごい。でこの飛んでる状態でも、実はこのスイッチがあって、このスイッチを押すことでこれね
飛んでる飛行音がなる再現できる。で、この飛びながらも当然鳴くし、光線も目もちゃんと光る。スタンダードの頭も飛行用の頭もどちらもそのクリアパーツで、内部を作っているので、はい、でこういうふうにこう飛びモードでも目からこっちに入れて目からこっちに分ドルできるっていう感じになってますね。これもこれ持ってみてこうなんかこの姿も愛らしいですよね。それなんかこう特徴があるでしょ。飛ばしてる感じ。すごい。確かに。でも重厚感がすごい。さらにこのディスプレイ台がついてるんですけども、沖縄に出現する怪獣なんですけども、沖縄のその玉泉洞っていうその鍾乳洞の中に宇宙人が秘密基地を作ってて、そこから発信するんですけども、その秘密基地の中にあったメカゴジラのいわゆる発射台というか設置台をモチーフにしたディスプレイ台になっているので、ディスプレイ台もこだわってるんですね。そうですね。これもこうして飾っていただくことで劇中のメカゴジラの秘密基地のシーンをイメージできるっていう。こだわり抜かれてますね。これも50周年の記念アイテムですので、あとやっぱねこれちょっと今日残念なんですけども、実は曲が鳴るんですよ。曲も鳴るんですか？曲も鳴るんです。メカゴジラといえばこの曲っていうね、今ねゴジラファンの人からするともう脳内であの曲ねっていうのが流れてるんですけども、でその曲が鳴るんですが、大人の事情でいろいろあるんですね。曲流せないんですよね。なるほど。でも実際に商品からは曲が鳴って、曲と一緒にこの鳴き声とか光線サウンドを楽しみますんで、本当に遊んでて盛り上がること間違いなし。めちゃくちゃ遊び込めますね。そうですね。かっこいいけどちゃんと遊べるっていうね、アイテムにしたいなっていうのが50年前ね、いろんなおもちゃで遊んだ世代としては、ぜひおもちゃ楽しく遊んでいただきたいという。じゃあせいさん、続いて最後のアイテムですかね。今日は最後のアイテムということで、こちらロボット魂のグレンダイザー。最新のねアニメーションだったそのグレンダイザー U からの、これは少し知ってますよ。そうでしょ。そうでしょ。なんか一応ね、ようやくあなたが生まれてる時にあなたが生きてる時に放送された作品なので、50年前ではないです。ただやっぱこれもUFO ロボグレンダイザーっていう1975年に放送されて、来年50周年を迎える来年50周年 UFO ロボグレンダイザーっていうヒーローといいますかロボットからオマージュされた番組のグレンダイザー U からの、ロボット魂ということでね。ロボット魂ですね。さっきの、超合金では、ないんですけども、新しいアニメーションのキャラクターということで手に取っていただきやすいというような、ラインナップということで、まずはロボット魂でアイテム化しようと。なるほど。で、中もやっぱ出していきましょう。お願いします。で中身を出すとこんな感じ。シンプルなこちらもかっこいいですね。内容ですけども、ロボット魂って、今までロボットキャラクターをアイテム化してきてますけども、いわゆるスーパーロボットっていうのはマジンガー Z とかそういうね、スーパーロボットでの、シリーズアイテム化っていうのは実はなかったんです、ほぼ。多分まずない感じ。意外ですね。で今回サイドスーパーっていういろいろね今までサイド MS とかいろいろあったんですけども、スーパーロボットをラインナップしていこうということで、その第一弾が From グレンダイザー U。じゃあ結構記念すべきアイテムですね。そうなんです。ついにスーパーロボットがロボット魂になったということで、記念すべきアイテムということになりますね。ABS とあと関節部にはPOM っていう丈夫な素材も使ってまして、光沢感とあと全体的にすごく綺麗にまとまってるロボットフィギュアという感じになりますね。ポージングもいつの間にか決めていただいて、なんかね、こいつね、なんかポージングもね決めやすいんですよ。なんか安定感も良くて、これで立ったりこれで自立するんですね。これで自立したりとかっていう動きも、過去のグレンダイザーをリブートするにあたって、そのデザインもいろいろ考えていただいてまして、関節部がすごく動きやすい構造になってますね。だからガシガシ動いてますね。ガシガシ動く。めっちゃ上向くんですね。これなぜ上向くかっていうのは多分飛ぶのもそうなんですけども、そのグレンダイザーでこうなんなきゃいけないっていう理由が実はあったりするので。そうなんですね。これ足が縮まるんですよ、実は。本当だ。足が縮まなきゃいけない理由があったりするんです、実は。それは魂ネーションの展示を見れば分かる。
なるほど、はい、詳しいユーザーの方はあれあのことねって分かると思うけど、はいそのための機能をちゃんと備えている、ものになってますね。なるほど、はい、今回のポイントが、このスクリュークラッシャーパンチっていうね技があるんだけど、はい、腕についてるブレード、これが全部個別にこう動くんですよ。スクリュークラッシャーパンチっていうね、この形状を再現できる。スクリュークラッシャーパンチで痛そうなパンチでしょ。痛そうですね、はい、強そうですね。はい、そのグレンダイザーといえばこのダブルハーケンっていうね、長い武器ですね、はい、武器がありまして、これはその肩のこのなんてカッターみたいなやつが、実は外れてこのハーケンの武器になるっていう、ね、外れるんだ。これが外れることでモロバのこのダブルハーケンになってだったり、あとは二刀流のハーケンにしたりとかですね、はい、っていうそのわりかし変幻自在の武器なので、この辺を持たせていろんなポージングを取らせるっていうのが、遊びとして面白くなってるかな。なるほど。この辺のポージングもちょっとじゃあお願いします、はい、いいですか。ましょうか、はい、はい、結構動くので、ポージングの違いがあるアイテムだと思います。そうですよね、はい、これもね、ロボットのデザインが、関節構造が結構グリグリに動くような感じでのデザインになっているので、はい、その構造を生かして設計造形してます。だからこのぐらいのねスタンダードな、ポーズでもここまでケレン味のあふれるね感じのスタイルが取れるようになってますね。はい、これスクリュークラッシャーパンチになった状態ですけども、片手が今まさにこうスクリュークラッシャー形状になろうとしている状態で止めてますけども、こんな風に、両腕のブレードが動くことで2つパンチを、再現できるのと、これもね片足でなんと自立してターンテーブルで回してるというね、バランスがうまく取れるようになってます。ロボット足彫金よりも全体的に重量が軽いので調節することで、これだけのポージングをして立たせることもできる、とても安定した、ロボットになってますね。これはダブルハーケンを、装着した時のグレンダイザーですね。はい、両刃の、長い武器がこのようにこうビシッと決まるかなと。これもねなんかベイクなポーズだと思いますけど、とにかくねこのロボット魂本当にポーズが決まるんですよ。どれもかっこいいです。これがハーケンを二刀流にした時の、モードですね。はい、はい、両手にこんな風に、持って、これもちょっと大きく立つ、勇者という感じで、はい、決まってますね。ダイナミックに決まってますね。はい、ダイナミックお客さんのキャラになりますから、はい、グレンダイザーの最新バージョン、かっこいいな。かっこいい。いや、グレンダイザーもやっぱりめちゃめちゃかっこいいですね。はい、スタイリッシュなロボットなんでね。スタイリッシュです。はい、ぜひ皆さんもねゲットして楽しんでみてください。はい。バンマニ。いやもう今日は本当にこの豪華なアイテムたちと、そしてせいさんにも来ていただけて、たくさんなんか、ね、いやイデモとなんかほら世代の違うこう感じでね、世代ギャップを埋めるような雰囲気になれたらいいかなと思ったんですけども、いやもうめちゃめちゃ楽しかったです。はい、ありがとうございます。こちらもありがとうございます。はい、最後に、見てくださっている皆様に向けて一言お願いします。はい、魂ネレーション2024でね、この辺のアイテムはもちろんですけども、その他にもいろんなキャラクターのアイテムや、僕はわりかしこういうスーパーロボット系、やってるんですけども、もちろんその、リアルなロボットだったりね、あといろんなアニメのキャラクターとか、本当に盛りだくさんで皆さんご視聴お待ちしておりますので、ぜひご来場いただいて、お楽しみいただけたらと思います。あとは、50周年を迎える、このキャラクターと、最新キャラの、グレンダイザー U、それぞれね、あとかっこよく、作ったつもりでいますので、ぜひ、チェックしていただけたらありがたいです。GX111 グレートマジンガー革命進化は11月23日発売予定。デラックス超合金魂メカゴジラ1974、ロボット魂サイドスーパーグレンダイザー from グレンダイザー U は12月発売予定。魂ネーション2024は11月15日から17日まで、ベルサール秋葉原1階地下1階イベントホール、秋葉原 UDX2 階秋葉スクエア、魂ネーションズストア東京にて開催予定。本日紹介した商品は秋葉原 UDX2 階秋葉スクエアにて展示しております。ぜひ足を運んでみてみてください。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバイ。